やっほー、みーちゃんです。今日はニュージーランドの仕事についてお話ししていきたいと思います。私が10月に来てからもう少しで4ヶ月経つんですけど、だいたい来てから3週間くらいで仕事を見つけました。で、今日はそのお給料について、紹介していきたいと思います。まず多分皆さん一番気になるところだと思うんですけど、実際どれぐらい稼げるのか、それが一番大事じゃないですか。なのでまずそこから話していきたいと思います。1月の分前半と後半でお給料をもらったので、それについて発表していきます。私の仕事場では2週間ごとにお給料をもらえるので、まず1月前半が1873ドル65セントで、働いた時間は87時間25分じゃない87時間15分かな。で、この時はパブリックホリデーが2日ありました。後から説明するんですけど、このパブリックホリデーがあると時給が 1.5 倍になります。で、1月後半が1670ドル11セント、働いた時間は83時間30分で、合計が3543ドル76セントです。なんで1ヶ月でこれぐらいですね。日本円に換算するとだいたい1ドル90円で31万8938円なんで、約32万円を稼ぎました。どうでしょう。これがね、バイトとして考えたら日本だとこんなに稼げないと思うので、いいと思いますね。どうでしょう、皆さんどう思いますか。正直私はいいと思いますただ今からね、いろいろ仕事について説明していくんですけど、実際多分もっと稼げると思います。仕事次第ですけど。じゃあこれから今からどういうふうに仕事を探すのかっていうとこを話していきたいと思います。まず探し方としては、これはどこの国でも言えることですけど、友人からの紹介、やっぱりコネクションがあればね、入りやすいので、それが一番いい方法であると思うんですけど、知り合いとかいなければね、それは難しいかなと思います。で、次に直接応募。直接応募っていうのは日本だと履歴書、ニュージーランドだと CV っていうんですけど、それを持って直接お店に行って渡すっていうことですね。で、その際はできるだけ、私はそれ一回っていうか聞きに行ったことだけはあるんですけど、聞いた話によるとやっぱり雇用主とかマネージャーに直接渡した方がいいみたいですね。普通にバイトの人とかだと渡せなかったりする場合もあるみたいなことを聞いたことあります。で、3、次は張り紙とか会社のホームページなんで、例えばオークランドであれば CBD の中のレストランに歩いて行って、もしね雇ってる会社があれば、レストランとかね、その職場があれば多分 We are hiring っていうのが多分載ってると思う、張り紙があると思うので、それで聞いてみるとか、あとはもう自分がここがいいって思ったところのホームページがあれば、そこから問い合わせとか、そこで求人出してるところもあるので、そこで見てみる。で、4番目が求人サイト。これが私がやった方法です。で、具体的なサイトを紹介するんですけど、
ニュージーランド大好きコム、ニュージーワークス、この2つは日本人向けの、求人が出ています。私はここで探しました。で、そのサイトも日本語なので、分かりやすいですし、なんか日本食レストランとかそういったところがたくさんありますね。で、ローカルの仕事が欲しいってなった場合は、トレードミーとか Facebook とかバックパッカーボード、トレードミーっていうのが多分一番大きいサイトで、そこであればいろんな種類の仕事を探すことができます。私は、とりあえず日本レストランで働いて、その経験を何て言うんですかね、そこで働いてどんな感じか見てみてから次にねチャレンジしようと思ってたので、まずはその日本のところで探して、もし見つからなかったらトレードミーとか使おうと思ってましたね。はい。で、絶対どんな仕事でも必要なのがさっき言ってた CV、多分他の国だとレジュメとかっていうのかな、日本だと履歴書を絶対に作らないといけないんですけど、それもね、なんか作る、ニュージーランドであればそのなんていうんだろう、テンプレートみたいなの検索すれば出るんで、そこから取ってもいいんですけど、一番いいのはなんかやっぱり目立たせること。なんか日本みたいにこうしなきゃいけないっていうルールはあるはあるんですけど、そんなに硬くないので、どれだけ目を引くようなデザインとかを作れるかによってなんか採用されるかっていうのがあるかもしれないんで、できるだけ目立つようなものを作った方がいいと思います。個性を出した方が、そうですね。なんで CV を作るのは必ずやること。それで、私がやったことを、私がその仕事を受けた時の状況について説明しますね。で、私はその日本の言った通り、日本のレストラン、ニュージーランドの日本レストランに応募しました。それはホールのポジションで、私は日本に行った時、学生の時なんですけど、レストランで働いた経験があるので、それは CV にもちろん書いたんですけど、でそれで、その日本のサイトで応募して、そしたら連絡が来て、この日に面接来れますかっていうことだったので、その時に行きました。で、その時に聞かれた内容っていうのが、私の場合はそのマネージャー、その店の店長が日本の方だったんで、面接は日本語だったんですけど、内容はなんでここを受けたのかっていうのと、どれぐらい働けるか、あとは給料の支払い方、支払うのに、ちなみに IRD ナンバーと銀行口座の情報が必要なんで、それの話だとか、あと最低時給じゃなくて時給の話で、私のところは最低時給今ニュージーランドだと22ドル70セントが最低時給で、それプラスホリデーペイっていうのがあるんですけど、なんかニュージーランドだと1年働くことで4週間の有給が取れるんですけど、それをワーホリだと、1年間がマックスだから、それを、休みは取るんじゃなくてお金でもらえるんですけど、その分がホリデーペイ 8% なんで1ドル80セントぐらいがその最低時給に上乗せされて、だいたい時給が24ドル50セントぐらいになります。で、そこから、給料自体はそこからタックスが引かれるんですけど、正確なのはおそらく 10% だけど、会社によってその源泉徴収率っていうのは任意で決められているので、会社ごとによるんですけど、だいたい18% くらいそこから引かれて、
でもらえるっていう感じです。でもあれタックスリターンで IRD ナンバー登録してると自動でそのタックスリターンになるんで、なんていうんですかね、多く払った分は日本みたいに戻されるっていう感じですね。でさっき言った通り、そのパブリックホリデー、祝日に働いた場合は、1.5 倍になります。これはすごい嬉しいですよね。日本だとそういうのないからね、1.5 倍だと結構大きいんで、それは嬉しいですね。まあでも月に 1,2 回あるかってくらいなんで、もう毎回出れるかって言ったらそうでもないし。でちなみにトライアル期間私あったんですけど、その間も最低時給は保証されてたんで大丈夫でしたね。でそこから、面接して、その後に受かりましたって連絡来たんで、契約書を取りに行って、であとユニフォームもらって、そこからスタートしたっていう感じですね。で実際仕事どんな感じなのかっていうと、最初はさ、やっぱりね、海外で働くって全部英語だし、すごい緊張したんですけど、今もうねだいぶしばらく経って、今はすごい楽しんでる感じですね。でジャパレスだから英語を成長しないんじゃないかって思うけど、それは多分自分次第かなと思って、ここだとすごいフレンドリーなお客さんが多いし、すごいとにかく優しいんですよ。なんかその店員とお客さんが対等な感じで、間違えてもなんか全然いいよみたいな感じで言ってくれるお客さんが多いから、すごい働きやすい。だからそこでね、なるべく英語を使ってコミュニケーションを取るようにすれば自分の英語力も伸びると思います。でも基本的に、日常的な会話ができればホールのその仕事は問題ないと思いますね。ただ私はやっぱりニュージーランドのメインの都市でシティで働いてるので、今はすごい夏で観光客も多いし、いろんな国から来るお客さんがいるんですよ。だからそのアクセントに苦戦してますね。やっぱりみんなね、同じワードを言ってもアクセントが違うだけで聞き取るのって難しいじゃないですか。ましてや私がネイティブじゃないのでなおさらだと思うんですけど、でもみんな私の会社の人は優しくて、レストランで働く人は優しくて、すごい働きやすい環境です。はい、ということでこんな感じで私の仕事について話しました。皆さんもね、なんか今はちょっと多くなってきたんですけど、私が来た時すっごい仕事が少なくて、なんかね、仕事を取るのに苦戦してる人がいっぱいいるみたいです。なんか取れてもなんか十分に働けなくて、結局日本に帰ったりだとか。だからなんか来る前からそういうサイト見れるサイトとかもあるし、しかも会社によっては面談をオンラインでやって、もう来たらすぐに入れるようにっていうところもあるので、なんでなるべく早めにね見といた方がいいかもしれないですね。でも今はちょっとずつ夏で一番今がベストシーズンなんで増えてきてはいます。そんな感じかな。とにかく私はラッキーだったなって思います。今も十分にねフルタイムの時間で働けてるんで、皆さんももし何か困ったこととかがあれば教えてください。
他にも他のねニュージーランドの違うことについてもなんかこういうの取り上げてほしいとかがあればやりたいと思うのでよろしくお願いします。じゃあこんな感じで今日は終わります。見てくれてありがとうございます。またね、バイバーイ。